本当に変わります。つまんで上下に揺らす伸びやかな声と超小顔の出来上がりです。ちょっと差がつく体の使い方、リンパ整体師の京子です。このチャンネルでは大人世代の心と体を解きほぐして理想のスタイルに近づくためのタクトレの方法を紹介しています。2021年8月からは1年で大人世代の体を変えるプロジェクトを進めています。特に私と同じ大人女子は必見です。大人女子は体の変化を感じながら本当の自分を発見し、心や環境との調和を図っていく、そういう節目の世代なんです。私の実体験をもとにたった1分の積み上げであなたのなりたいを形にするお手伝いをさせてください。動画の終盤に今日のまとめと小話をお伝えしますので、ぜひ最後までご視聴くださいね。それでは今日もよろしくお願いします。今日のテーマは歌うパート3。前回の動画で伸びやかな声を出すためになぜヘッドマッサージが必要なのか、首、頭、お顔のアプローチが必要ですよというお話をしました。その内容を3つにまとめると、頭の中心にある長頸骨はお顔の各パーツとつながっている。耳をマッサージして引っ張ることで長頸骨が動きやすくなる。より良い声を出すためには首だけではなく頭と顔もリラックスさせる必要がある。言葉にすると少し複雑な感じがしますが、首のリンパを流す、ヘッドマッサージをする、お顔のリンパを流すということですね。今日はお顔のリンパマッサージをします。パート1からパート3までの動画を見ながら手を動かしてもらえれば、伸びやかな声と超小顔の出来上がりです。首こり、肩こり、ストレートネック、眼性疲労、誤嚥、老化による低音ボイス、お顔のむくみ、たるみ、くすみ、シワ、本当に変わります。今日は少し細かいところまで皆さんと一緒にやっていきたいと思います。終わった後、いい声が出るようになっているかチェックすることもお忘れなく。では早速やっていきましょう。お顔のリンパマッサージを行います。リラックスできる環境でごく少量のオイルをお顔に塗布しておくことをお勧めします。私は事前に仕込んでおいたのでこのまま進みますね。お顔の皮膚はざっくり言うと表皮、真皮、脂肪、筋肉という構造です。老廃物をしっかり流すためには筋肉を覆っている筋膜に届く程度の適度な刺激が必要です。パート1で行った首のお肉をつまむメソッドと同じように、お顔のお肉もつまんで揺らしていきましょう。小顔の要になるところはこめかみとフェイスライン。フェイスラインはパート1でも行っていますが、重要なところなのでおさらいしておきましょう。顎下中央から耳下まで上下につまみます。親指の腹と人差し指、中指の甲側と手根を使い分けて大きめにつまんで揺らします。時短のために左右同時に行いますが、つまみにくい人は片方ずつ耳下から行う方がやりやすいかもしれません。顎下中央からつまんで揺らす、少し移動してつまんで揺らす、つまんで揺らす、つまんで揺らす。耳下あたりは手根をうまく使ってください。つまんで上下に揺らす。こめかみは正直つまみにくいです。目尻のシワも考慮して人差し指の内側と親指の腹を使います。シワはひよこの足のように少し先が広がっていますが、大まかには横方向に入っているので、つまむのは縦方向です。シワに対して垂直方向に縦につまんで横に揺らします。これとっても重要なポイントなので覚えておいてください。有料級の情報ですから、
今日この動画をご覧の皆様はとってもラッキーです。ここまでの内容は理解してもらえてますか？大丈夫ですか？もし痛いところがあったら動画を一旦止めて力を少し弱くして時間をかけて行ってください。重要な2箇所を先に済ませたので、あとは下から順番に行っていきましょう。口の周りのシワはどうでしょう？ポイントを思い出してください。口に向かって細かいシワができますよね。だから口の周りに円を描くようにつまんで揺らします。面積が小さいので少しやりにくいですが、力を弱くして頑張りましょう。シワに対して垂直方向につまみ揺らす。はい、次はほうれい線です。これもシワに対して垂直に上から下に繰り返しましょう。次は頬です。頬は縦、横、斜め、いろんな方向に縦、横、斜め、目の近くまで行います。反対斜めもやってみましょう。まぶたは行わなくても大丈夫です。眉間はどのようにすればいいでしょう？そうです。縦にシワが入るから横方向につまんで縦に揺らします。そのまま眉まで進みましょう。少し痛いかもしれませんが、力を弱くして時間をかけて行ってください。そしておでこ、シワはどのように入りますか？そう、横方向です。うまくつまめません。ポイントは眉間のシワを片方の手で留めておくことです。こうするとシワが深くならずに済みます。中央から横に少しずつ移動しながら縦につまむ。揺らすことができないときはつまむだけでも大丈夫です。端まで行ったら反対側の端に手を変えましょう。つまんでつまんで、揺らせそうなら揺らしてください。端まで行ったらまた中央に戻ります。筋膜を剥がします。頬骨周辺のへこみを探してください。笑うとよくわかると思います。この辺りですね。そこに手根を当てて1センチ内側に寄せてから1センチ持ち上げます。
頬骨の大きさには個人差がありますので、位置を変えて 2,3 回行っても良いかと思います。内側に寄せて上に持ち上げる。1センチ内側、1センチ上に。鼻の横あたりまで来たら小指側を使って1センチ外側に、1センチ上に。顎関節がスムーズに動くようになるので、この工程は飛ばさずに行ってください。今回のメソッドで最も重要なのが鼻です。呼吸がうまくできないと歌を歌うことはできません。呼吸の通り道を良くしていきましょう。鼻根をつまんで横に揺らし、下まで降りていきます。下まで降りたら鼻の両サイドに中指の腹を当てて上下に揺らします。これも下まで降りていきましょう。ポイントは少し圧力をかけて揺らすことです。これは鼻炎にも効果があるので、日常でも鼻が詰まっている時にやってみてください。今度はおでこの筋膜を剥がします。あと少しです。頑張りましょう。両手を合わせてテーブルに肘をついて、手根をおでこに当てて左右5回ずつ回します。パート1で行った動作と似ています。組み合わせて時短を計ってもらっても構いません。さあ、最後の工程です。両手のひらでお顔全体を圧迫していきましょう。その前にもう一度オイルを塗布しておくことをお勧めします。ぎゅーっと強い力で押す必要はありません。手のひらを当ててじっとしているだけで OK です。実はこの程度の力でリンパが十分流れるんです。特に皮膚が薄い目の周りはこのくらいの圧力でゆっくり時間をかけると効果が増します。スローな5カウントで全体を圧迫していきましょう。今日のまとめ。フェイスラインとこめかみが重要。シワに対して垂直につまんで揺らす。まぶたは行わない。おでこは眉間のシワを押さえながらつまむ。全体をスローカウントで圧迫する。皆さんできましたか？パート1からパート3まで全て行うことが望ましいのですが、時間がないときは部分的に組み合わせてやってみられても良いかと思います。本気で変えたい人はもちろん全部やってくださいね。前回の動画を見てくれたパートナーから、声が頭や顔と関係しているなんて想像しにくいけど、体はつながってるってことかなという感想をもらいました。声帯を生業にしている私からすると、それは不思議なことではないのですが、声イコール喉、頭や顔は関係ないと考える人が多いのだと思います。業界にどっぷりハマっていて気づいていない皆さんの疑問や謎はたくさんあるのだと思います。何事も当たり前になってはいけない。まだまだ勉強する余地はあるなと感じました。次回の動画も精進してまいります。それでは今日はここまでです。もしこの動画が役に立つと思ったら、チャンネル登録といいねの高評価、お友達にシェアしてもらえたらとっても嬉しいです。コメント欄にメッセージをくださると今後の動画制作の励みになるので、こちらもどうぞよろしくお願いします。最後までご視聴くださりありがとうございました。積み上げたあなたに花丸。
かがだったでしょうか。これなら続けられそうかな。1年で大人世代の体を変えるプロジェクト、1日1分の積み上げであなたのなりたいを目指して一緒にやっていきましょう。元気になれば綺麗になれる、綺麗になれば優しくなれる。土曜日朝7時にお会いしましょう。京子でした。